はい、双子座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は2026年後半の運勢をお伝えしようかなと思ったんですが、その前にこの夏をどう超えていくのかっていうところでとっても重要な星の動きがありましたので、今回はその7月8月9月に特化した内容でお届けしたいと思います。で、12星座共通の解説に関しては別の動画でしっかりとくどいぐらい解説している動画がありますので、ぜひそちらもご覧になってみてください。で、その上で今回のこの双子座さんの動画っていうのはその星の動きを踏まえた上での3ヶ月の全体運とお仕事運と恋愛運と人間関係ということで4つのテーマに関してそれぞれにカードを引いてみます。ちょっと長くなってしまうかもしれないんですけれども、タイムスタンプも書いておきますので、気になるところからご覧いただいてもいいですし、全部見ていただけると嬉しいです。ではよろしくお願いします。まずは全体運からいきますね。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。7月8月9月です。ワンドの7、ソード5、吊るし人の逆、お月さんの逆、運命の輪、カップの6、ジャスティスの逆、気をつけることや対策がソードページとソード8とオラクルは復活ですね。審判です。審判のカードが出ています。なるほどね。とにかくですよ、この6月30日以降、特に7月から2027年の7月までの約1年間っていうのは、本当にその木星がね、獅子座に入ることによって双子さんはもうさらに追い風っていうか、動きが早い、もう移動したくなる、あれもやりたくなる、好奇心が満たされる、人と関わる、勉強もできるみたいな、もうとにかくぐるぐる回るようなすごく活性したエネルギーの中にいますので、その中でも特にこの夏はですね、7月8月9月っていうのはそれがすごく強いんですね。で、特に7月は12星座共通のところで言ったんですけど、応援されてるエネルギーがすごく強いんです。自分が自分らしくいるということや、誰かと関わるということや、コミュニケーションを取るということや、自分がこれまで得てきた知識をどう飛ばしていくかとかですね、そういったものがうまい具合にミックスされて、いい形でなんかどっかに流れていきそうみたいな感じがあるので、とっても恵まれているんですけれども、ただですね、水星というコミュニケーションとか勉強を司る惑星が7月は逆行していますので、7月24日までなので、なんか今やってることがどれぐらいお金になるんだろうかとか、どれぐらいの価値があるんだろうかっていうところを換算し始めると、ちょっと訳が分からなくなると思うので、どれだけの価値があるかなんて分かんないみたいな感じでやっていただく方がいいかなと思いました。やっぱりこういった動画もそうですけど、撮ってる時はそれがいかにどれだけ価値があるか分からない。でも後からたくさんの人が見てくれて、こんなに良かったんだみたいな気づいたりとか、その後から価値っていうのがどんどん付加されていく感じがするので、最初からこんだけ稼げるからやるとか、そういう換算ができないなって感じがします、7月は。そして8月は13日が皆既日食があるんですけども、またそれはね、毎月のリーディングの中で解説していきますが、8月の日食ってやっぱり何かタイミング開くよねって感じがするんですね、特に双子座さんは。なので本当に強いエネルギーあるんですけど、特にオラクルでこういうのも出てますし、やってみたかったことをようやくやるとか、なんかずっと外に出れなかったけどやっと外に出れるとか、今まで勉強ばっかりしてきたけどやっとそれを実践に生かせるとか、なんかそういう意味ですごく開かれてるし、運命の扉っていうことで本当に世界が広がるねみたいなのもあって、自分の優しさもちゃんと受け取ってもらえるよとかもあるんですけど、私思うんですけどね、双子座さんこれだけ気をつけてほしいっていうことがあって、それはもともと双子座さんっていうのはやっぱ2つのことを同時にする力があるというか、能力が高いんですね。ということは、ご自身も一つのことだけを集中してやるというよりも、あれをしながらこれをする、これをしながらあっちもするみたいなことが多分同時進行でたくさん起こってくるんじゃないかなと思うんです。で、その時に自分がいや私は双子座はそう言われてるけど私は不器用なんでできませんって言って、それはそれで一つのことに集中するのは全然いいんですよ。全然いいんです。ただ自分のことをなんか悪く
思わないでほしいって感じがあるんです。それだけすごく勢いがあって回っていくと、いろんな人と関わっていくと、やっぱり誰かと比べたくなったり、あの人はあんなに器用にいろんなことをやってるけど私はこれしかできないとか、なんかそういうなんか自分よりすごい人を見て自分を小さく感じるみたいなことも起こりやすいので、もうそれは本当にしないようにしてください。もう人と比べるだけなんかもったいないというか、エネルギーを無駄遣いしてるみたいな感じがするんですね。人それぞれだから本当に。でもう一ついい時なんですけど、これ今いいなって、今自分いい感じだよって思える時と、全然思えないよっていう時と、両方あるのが普通です。普通だから、いい時ばっかりを目指すとかではなく、もう今は調子乗らないから無理だな、休もうみたいな感じで休む時もあるし、気分が落ち込む時もあれば乗る時もあるっていうことで、この行ったり来たりをどのように自分でコントロールしますかっていうのもすごく大事なんですね。っていうのが私がなぜその自分を責めないでねって言ってるかっていうと、やっぱりソードの5とかソードのページっていうのが出ていて、自分で自分に嘘をついて、なんかこれがいいんだと思い込んでそれを一生懸命やるとかですね、さっき言ったどれだけの価値があるのかっていうのが見えにくい時なのに、どれだけ価値があるかを確認しながら進んでいくってなると、あれこれ価値ないんじゃないって思いやすいとか、そういう感じなんです。そして自分の縛っているっていうのも出てるので、縛らないように気をつけてほしいという対策として出ていますのでね。なので私思うんですけど、やっぱり何が自分を心地よくしてくれるかっていう、心地よくしてくれる素材をちょっと用意しといた方がいいなって感じがしますね。これを見たら気分が上がるんだとか、推しがいる人っていいなと思うんですけど、推しを見たら気分が良くなるとかね、元気になるとかっていうのと同じように、好きな本、好きな映画、好きななんか動画、何でもいいです。気持ちが上がるもの、自分を認められるもの、自分に変えれるもの、なんかそういうのを持ちながら、たまに落ち込む、でも元気になる、たまにまた気分下がる、いやでも元気になるっていうことを繰り返しながらいくので、自分でどのようにこのエネルギーをコントロールするかっていうのが、もうこの3ヶ月で一番重要なことのような気がしました。それさえやってれば、本当いくらでも好きな方向に進んでいける。で人って好きな方向に進んでるんだけど、そうやってちょっと落ち込んだりとかした時に、もうダメなんだって言って全部を否定したくなるから、でそこからまたどうやって戻りますか、また落ち込みますか、どうしますかっていうね、そんな感じだなと思います。で私が思うヒントとしては、誰かに優しくしてあげるとか、優しくしてもらうっていう、その本当にささやかな喜びっていうか、愛情とか優しさとかっていう、そのなんか繊細なねエネルギーの受け渡しが、気持ちを非常にうまくコントロールしてくれるんじゃないかなと思いました。自分にも優しくしてほしいし、誰かにも優しくしてあげてほしいし、そして優しくしてる自分っていうのは誰かとの優しさもまた受け取れるしみたいな、そんな感じだなと思いました。はい、どうでしょうか。ちょっとお仕事見ていますね。全体はちょっと置いといて仕事見ています。はい、お仕事見ています。この夏の仕事、カップの8逆、ペンタクルス8、ペンタクルス9逆、ソードの2、カップ6また出てきましたね。マジシャン逆、そしてペンタクルスのページ逆。気をつけることや対策が、ワンドの6と運命の輪の逆と、オラクルはカップのページですね。すごく感じたんです。私今混ぜてる時にお仕事ってなった時に、本当に他者と比べないでくださいねって感じがしました。自分の中の鼓動というか、リズム、情熱のリズムに合わせてやっていくっていう風に決めておいてください。誰かがこう言ったから早くしなくちゃいけないから、間に合わせなきゃっていうよりも、なんか自分もその追いつくために頑張ろうとかっていうよりも、自分の中のリズム、本当に自分の中の鼓動のリズムに合わせてやっていくんだと。でそれをちゃんと自分でしっかりと握って理解されている方は、めちゃくちゃ楽しく順調にやっていけますよっていうふうに言われています。でそうね、なので誰とも比べずに自分の中のリズムでやっていくなら全然 OK。そして
お仕事ってなった時にやっぱり何かを始めたくなるのかなって感じはしますね。やっぱりオラクルがペンタクルカップのページなので、何かが生まれようとしているって感じかな。何か全く新しいものやポッと湧き出てきたようなアイディアから仕事をこういうのも仕事になるかもとか、今の仕事でこういう風にしてみようみたいなアイデアが浮かびそうなんですね。でもそれってなんかね、感情から生まれるって感じがするんです。さっき言ったこんだけやったらこんだけ儲かるみたいな、そういう感じというよりは、こうしたら誰かに喜んでもらえるんじゃないかなとか、嬉しいんじゃないかなみたいな、自分も嬉しいんじゃないかなってことで、やっぱり感情をシェアしてるというか、受け取ったりとか渡したりっていうところから仕事になる感じがするんですね。ただそれを本当にきちんとやろうと思ったら、なんかちょっと土壌を整えなければならないみたいな感じがあって、例えば誰かに一つの何かを本当なんかベタな例ですけどね、なんか人参をあげたいって思った時に、じゃあ人参をちゃんと作れる畑を作らなきゃいけないみたいな感じで、土を耕して植えてみたいな、育てる、その時間がちょっとあるのかなっていう感じがしましたね。でもすごくなんか楽しくワクワクしながら、これができたらこうなってああなってみたいな、そういう夢が広がるなって感じがあります。言ってもこれ今3ヶ月で見てるので、お仕事ってなったらこっからまだまだいくらでもね広げていけるんですね。特にこの夏から7月から来年の7月っていうのは、交渉事とかなんか契約事とか、あと営業もそうですし、流通もそうですし、動いていくこととか流れていくこととかっていうのがとてもいいんですね。なので営業も成績が上がるっていうこともあるかもしれないし、商品をもっと売れるとか流れるとか移動するとか、そういうこともあるので、お仕事にしてはそのアイデアを形にしていく、情報を流していくみたいなのがとってもいい感じがします。受け入れられているし、アイデアが湧く何かの、ただちょっとすぐにっていうよりは、特に7月は水星も逆行してますしね、8月から決めてもいいぐらいの感じがします。なんかちょっとじっくりと整えていきたいんだって感じがありますね。いい感じじゃないですか。そんな感じかな。ちょっと人間関係、特に恋愛運を先に見てみましょうか。どなたでも構いません。パートナー、片思いの方でもいいし、今実際にお付き合いされている方でもいいし、ちょっと誰かとの関係性を見てみますね。恋愛運です。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。ワンドのエース逆、ワンドキング逆、ペンタクスのナイト、そしてワンドの4、ソードの5の逆、デビルの逆、ペンタクス10、カップ3、忍者、はい。今後の可能性としては上帝の逆ですね。なんだか誰との関係性を見ているのかわからないんですけど、とっても双子座さんはいろんなことを考えてなんかまるでネガティブな方に行くみたいな感じでしょうか。なんか自分はこの人にとってはふさわしくないみたいな、なんかなぜならばあの時あの人はこうしてくれなかった、きっとこれは私のこと嫌だということだみたいな感じで、どんどん思考がこねくり回されて、なんかどんどん自分は自分の孤独の方に入っていくみたいな感じがあって、もうこの孤独とか辛さとか考えることから逃れたくって、もう手放そうかなみたいな感じで思っちゃうみたいな感じ。それ全部自分の中の頭で作り上げてることだと思っておいてくださいね。なぜならば相手は全然悪く思ってないんですよ。相手はどっちかっていうと、双子座さんって話が合うなとか楽しいなとか、これからもまた会おうよみたいな感じで思ってるし、むしろ全然感情的にも満たされてるんですけど、なんか本当にこの温度差がすごいって感じでしょうかね。相手は本当素直に楽しい。そして2人で楽しむのもいいけど、どうせだったら一緒に他の人も一緒に楽しんだらいいじゃないみたいな、とても開かれた感じがあるんですね。でそれだけなんですけど、なんか双子さんは2人で会いたくなくて他の人も一緒ってことは私のこと嫌なのみたいな感じで思ったりとか、何かとにかく裏をかきすぎてご自身がしんどくなるみたいな感じがあるので、全然そんな風に自分のことを卑下しないでくださいって感じがしました。
で相手の人ってなんだか今すごくいい感じなんですよね。仕事がうまくいってるのか、計画していたことが順調に育っているっていう感じがして、だからゆとりがある、気持ちにもゆとりがあるし、この人をなくしてしまったらダメなんだみたいな、そういうすがるような気持ちではなく、今ゆとりがあります、私からなんか分け与えますみたいな感じがあって、なので双子さんだけじゃなくていろんな人に対して優しくしているみたいな感じがあるんです。一緒に楽しもうよみたいな。なのでその特別感とか自分だけみたいな、そういうのがちょっと薄いんですよね。それがちょっと心配する原因になっているのかなと思うんですけど、早とちりというか、そういうふうにネガティブに考えすぎないようにしてくださいね。もしそう思うなら素直にそれを相手に伝えていくと、実は私寂しいんだとかね、そうやってみんなと仲良くするのもいいけど私は2人で会いたいんだとか、そういうことを言っていくことで、そうなんだなって相手は分かってくれるっていう感じがしますし、まだまだ全然楽しめるし豊かなのに、なんかその豊かさとか愛されることの価値がないみたいな、そういう感じがあるので、これは練習だと思ってやってください。ご自身がとにかく考えすぎている、考えすぎて頭痛いみたいな感じになっているので、自分が受け入れられるような自分になろうと努力しすぎてしんどくなっているのだけかもしれないですね。でも相手はもうすでに受け入れているんです。双子座さんのことをそのままでいいって思ってるのに、もっと自分を変えなくちゃいけないって思って必死になって疲れる感じがあるので、ちょっと肩の力を抜いて、いや今のままでもいいかもみたいな感じで見てみると楽しくなるような気がします。でもともとこの人との関係性っていうのは、そういうなんか双子座さんの前向きなところだったり、スピード感のあるところだったりとか、フットワークの軽いところからご縁でなんか絡んでるって感じがするから、で双子座さんその両方があると思うんですね。動く時と止まる時。でもその相手にとっては、相手に対してなんか止まってもっと温めたい時に、なんかそういう動きのある自分だけを見てくれてるから、自分は動き続けなきゃいけないんだって思うかもしれないけど、そういう側面もあるんだねっていうことでちゃんと交わっていけるので、そんな感じです。ちょっともうちょっとだけこれ見てみましょうか。相手のどう思ってるかちょっと見てみますね。相手は全然積極的に関わりたいと思ってますよ。本当に全然楽しいし、こっからもまだまだ遊ぼうねとか楽しもうねと思ってる。でも本当に双子座さんが、相手は私以外の人と楽しんでるんでしょみたいな気持ちで思ってるのかなって感じがしますね。そうやって疑いたくなるぐらい、もしかして相手は素敵な人なのかもしれないですね。そういう人と出会えた自分っていいじゃんって思っててください。相手が自分の思い通りに動いてくれるわけじゃないけど、そこまで自分が嫉妬してしまうほど素敵な人と出会えたんだな自分はって思ってたらいいんじゃないですか。温度差がすごいとにかく全然心配することないから、ぜひその軽やかな愛情を味わってほしいなって感じがしました。はい、ということでちょっと人間関係見てみます。一般的な全体的な人間関係ね。はい、これからね出会いがあるのかなとか、そういうことも含め、あと人間関係に対しての気をつけることを見てみます。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。カップ10逆、フール、ペンタクスのキング、女帝逆、さっきも出てましたね。カップの8、カップの6、エンペラー逆、はい、気をつけることや対策がワンドのクイーン逆とペンタクスの6の逆。オラクルはペンタクスのクイーンですね。なるほど。なんだか他人の芝生は青く見えるっていうか、そういう感じなのかもしれないですね。今わかんないですけど、
この3ヶ月っていうところで見てるんですけれども、なんかどうですか？ものすごいスーパーウーマンとかスーパーマンみたいな、そんなのありえないでしょっていうようなことをたくさん求めているのかもしれないです。例えばですけど、どういうことかっていうと、人間関係でもね、恋愛とか恋愛に求めるものはって言った時に、ものすごくこのもう溢れんばかりの愛情が溢れて、もう本当に駆け落ちしてもいいと思うぐらいの、もう寝ても覚めてもその人のことが好きで、もう超ドラマのように燃え上がってみたいな、そういう経験したいなっていう気持ちもあれば、例えばもう本当にこの人とは家族なんだ、魂のつながりがあるんだ、ソウルメイトなんだみたいな安定した普遍的な愛情を求める気持ちもあれば、友達のように遊びたいみたいな気持ちもあればみたいな、なんかこういろんな思いをパートナーとか、もしくはその人間関係になんか委ねているみたいな感じがあって、もしですね、いろんな関係性があるならそれはそれで楽しめると思います。例えばこの人とはもう昔からの友達でずっと幼なじみで変わらないよねっていうのもあれば、最近知り合ったらすごい若い人、すごい刺激的みたいな人もいればっていう風に、いろんなタイプの関係性を楽しむっていうんだったらそれでいいです。でももしご自身の関係性がそこまでそんなに広くなくて、深いつながりを持ってる方としたら、その人に全てを求めるのってなかなかハードルが高い感じがするんですね。なので本当はすでに自分にぴったりの関係性っていうのがあるのに、それ以上の何かを求めようとしてるかもしれないっていうふうにちょっと思ってみてください。というのがね、やっぱりこの夏からっていうのは本当にコミュニケーションも豊かだし、関係性も楽しいんですね。いろんなとこも一緒に行けるかもしれない、話が盛り上がるかもしれない。そしたらどんどん期待が上がって、なんかどんどんあれもしたい、これもしたい、あれもしたい、これもしたいみたいな感じで人に対しての期待がすごく強くなるかもしれないんですけど、でも本当に大事な関係っていうのはあるんです、そこにって感じがしたんです。なのでなんかすごくいろんな人がこう入り混じってるような感じだったら、この人と仲良くしたい、でも違った、次この人、またこの人も違った、次みたいな、そうやってなんかどんどん次から次へと行こうと思えば行ける感じがあるんですけど、そうやってこの人違ったってやるにはちょっともったいないなって感じがしたんですね。すでに双子座さんは出会っているんじゃないかっていう感じがします。誰かに、大事な人に。その人との関係をここからどうやって育てていきますかって感じがしますよ。で、特にこの7月の27日以降っていうのが好奇心が強くなるっていうか、7月27日から8月19日までの間になんかいい感じの関係性っていうのがあるんじゃないかなと思いますので、まずは自分が想定した通りに相手が動かなくても、自分は相手に何をしてあげたいのか、どんな愛を与えたいのか、どんな関わりを持ちたいのかっていうところで関わっていただければ、自分を卑下せずにね、絶対卑下しないでくださいね。卑下せずに自分はどうしたいのかっていうところで相手に接していけば、とてもいい関係が強くなっていくって感じがします。いろんな人と浅く広く付き合うっていうよりも、浅く広く付き合える時なんだけど、その中でも本物だったりとか、本当にこれから関わっていくよねっていう人がなんか絞られていくみたいな感じかな、どちらかというと。そんな感じがしました。なので関係性って言った時になんかね、なくしていく、もうこの人いいのっていうような関係性もいるのかなって感じもしますし、でも自分の優しさを差し出しますっていうのもあるし、やったけど帰ってこなかったなみたいなのもあるかもしれないなと思ったんですけど、いかんせん どのような形であれ、自分にとってベストな関係性っていうのはありますよっていうふうに言われているので、ここでペンタクスクイーンのキングあるのでね、すでにあるんじゃないかな、それが見えてくるんじゃないかなって感じがしました。はい、そんな感じですが、いかがでしたでしょうか。全体運、仕事運、ラブ運、人間関係、何か一つでもよかったよっていう方はいいねボタンやチャンネル登録やコメントで教えてください。最後にもう一枚ちょっとね、この夏のメッセージオラクルカードを一枚引いてみたいと思います。
タコザさん、これかな。どうでしょう。このカードアンセスターズというのが出てきましたね。なんか歴史的なコネクションがあるのか、自分の先祖だったりとか、なんでしょうね、この先祖から受け継いでいる自分の目的みたいなものに関係したサポートがあるよって感じがしますね。とってもなんか重要な情報が入ってくるような気がします。人を通してでも仕事を通してでも自分の中でも。はい、そんな感じかな。何かしらお役に立てれば嬉しいです。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。